今回の動画は、これまでのプロンプトの常識を発見した新しい法則によって再定義することで、生成されるイラストの精度と魅力を向上させることを目的としています。はじめに公開してしまいますが、これまでの常識では、複数の単語によって構成されたプロンプトは最初にあるものが優先されているということでしたが、少なくともステーブルディフュージョンでは、そうではなく違う法則によって動いていることを発見しました。すでに検証も行っています。これは今後のイラスト生成が根本から変わるとても重要なことですので、ぜひ最後まで見ていってください。また、すべての検証結果は説明欄にあるリンク先にあるので、それと見比べながらこの動画を見ていただくとわかりやすいと思います。そして、その法則を理解することで生成精度を確実に上げることができます。個人的にはすでに体感済みです。では、始めます。まず、プロンプトの順番が先のものほど優先度が高いという常識を疑うきっかけになったのは、チャット GPT に私が構成したプロンプトの評価をしてもらった後に、何気なくプロンプトの順番が先のものほど優先度が高いというのは真実かと尋ねたことです。答えは驚くべきことにノーでした。試しにもう一度質問してみましょう。やはり否定されました。そして、この答えの中にはいくつか重要なポイントが隠されています。それも後ほど説明します。それでは、それを踏まえて、検証に入ります。まずは、プロンプトの順番による優先順位の検証です。これもチャット GPT に最適な方法を提示してもらい、行いました。この実験に適切な単語として、キャット、レッド、ビッグ、ツリーが選択されました。次に、その組み合わせ、24通り。必要枚数は最低3枚、できれば5枚、という提示だったので、正確性を考慮し、5枚を選択しました。最低限の画像判別のために、ネガティブプロンプトは、イージーネガティブを使用しています。すべての結果のイラストは、説明欄のリンク先を見ていただければと思います。動画ではそこから重要なポイントだけ抜き出して説明します。それでは、イラストを見ていきましょう。結果を見る限り、ところどころプロンプトの順番通りだったり、逆に全く法則に従っていないものもあります。これまで検証でプロンプトの順番が先のものほど優先度が高いという結果を出してきた方たちは、ある部分ではその法則に従っているため、他の従っていない部分はこれまでの常識であったプロンプトの順番が先のものほど優先度が高いという先入観によってこの法則を肯定してきてしまったのではないでしょうか。ただ、チャット GPT の発言がなければ私も同じ結論を出したかもしれません。検証において先入観は大敵です。今回も仮定を立てて実験していますが、結果がそれに引きずられないように注意しています。では、この2つの組み合わせをよく見てください。ポイントはここです。どうですか？気がついたでしょうか？そうです。プロンプトの組み合わせが意味のあるフレーズとして成り立っているのです。こちらは成り立っていません。そのため、バラバラな画像になってしまったのです。他の検証画像を見ても、この発見した法則に従った画像になっています。なんとか、辻褄の合うフレーズを探して、それを優先して生成しているのがわかると思います。そして、皆さん、経験があると思いますが、
色移りや指示した内容が他の部分にまで影響し、失敗してしまうというのはこれが原因だと考えられます。逆に、&構文を使用すると成功率が上がるというのも意味のあるフレーズとして認識されやすいからだと考えられます。ここで、先ほどチャット GPT にした質問を思い出してください。実は、文章ではなく、と加えてあります。ここに気がついたのは、チャット GPT に質問する前に、評価してもらったプロンプトは、複数の単語による構成のものだったからです。逆に、チャット GPT が AI イラストのプロンプトを生成する場合、特に指示がなければ、文章によってプロンプトを生成するからです。そこで、単語構成の場合は、順序が関係ないのではという仮定を立てて、検証に入りました。加えて、先ほど質問したチャット GPT の答えの中にも、フレーズに注目している部分があります。意味のあるフレーズを優先するという発見に至ったのもこれがヒントになりました。そうなると、皆さんは、あることに疑問が湧きませんか？それなら、文章であれば、もしかしたら、先にある単語が優先されるのではないかと。そこで、チャット GPT にこの質問をしてみます。AI イラスト生成において、単語の順番は関係する？これだと肯定しています。単語のみの構成に限定しない質問であれば肯定してきます。文章であれば意味があるということです。その検証も行いました。検証に使った文章はこちらです。これもチャット GPT に最適な検証方法を出してもらっています。それぞれ5枚のイラストを生成しています。すべての結果は説明欄のリンク先をご覧ください。では検証画像の中からいくつか見てみましょう。どの画像も先にあるものが優先されているのがわかります。加えて、プロンプトの指示に従って素直に、しかも安定して表現されているのがわかると思います。つまり、文章であれば先にあるものが優先されることになります。ただし、これはイラスト生成 AI の特性なのか、関係なく、ただ英文の特徴が出ているだけなのか、それとも英文によって訓練されたためなのか、それはまだわかりません。これを知るには、もっと検証が必要です。では、今回の結果をまとめてみます。その結果の後に、それを踏まえた応用方法を提案します。結果のまとめです。1、複数の単語で構成されているプロンプトの優先度は、先にある単語ではなく、意味のあるフレーズとして成り立っている部分。2、文章で構成されたプロンプトは、先にあるものが優先される。また、指定した部分は安定して表現される。ところで、文章による指示は、入力に時間がかかる場合があります。詳細な指示を書くために時間と労力を要する部分もあります。ではここで、そのデメリットを解消し、これまでの検証結果を有効に活用できる応用方法の提案です。これを見てください。複数の単語構成によるものと文章による指示の組み合わせの例です。単語の構成での指示と文章による指示はブレイク文を間に挟みます。単語構成、文章、それぞれの利点を活かせる部分を指示します。単語での指示でおすすめのプロンプトは画質向上、ローラ、細部の設定などです。他の部分を文章で指示します。できるだけ文章に含むのが重要です。文章を英語で指示するのはハードルが高いですが、ここでチャット GPT を使用します。どういうイラストがいいか希望を伝え、それを英語で出してくれるように頼むだけです。
あとはそれをコピーしてペーストで入れれば終わりです。また、出来上がりが不満であれば、その不満の部分をチャット GPT に伝えればすぐに修正してくれます。これによって、新しい法則をうまく利用し、かつ精度の高いイラストの生成が簡単にできます。試しにやってみましょう。複数単語の構成の部分を入力しておきます。これは、ひな形として何かに保存しておけば、あとは必要に応じて、数字や単語を変更すれば簡単だと思います。次にチャット GPT にイラストの希望を伝え、英語で出力するように指示します。そしてこれをコピーして、プロンプトにペーストします。あとは生成ボタンを押すだけです。出来上がった画像はこちらになります。いくつかのモデルで試してみました。この方法でやれば失敗の数が格段に減ります。その上、イラストの精度も表現力も向上し、しかも簡単といういいとこ取りです。いかがでしたでしょうか？ AI の法則を正しく理解することは、生成されるイラストの精度や魅力の向上に大きく関わります。実は、今回の検証において、いくつか気がついた部分がありますが、検証が済み次第、また別の動画で発表したいと思います。そして、このチャンネルでは、他にも AI に関しての新情報なども配信しています。ぜひ皆さんチャンネル登録をしてください。ではまたね。